ベッドの上にソファーを置いたって全然問題ないですよ。こんなことぐらいね、へのかっぱです。さっきは甘いこと言いましたけどおかしいです。今回の週末ビフォーアフターは 3LDK のマンションにお住まいの共働きのご夫婦と保育園に通う2歳の女の子が住むお宅にお邪魔してまいりました。まずはルームツアーからご覧ください。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。古方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、なんか素敵な若者カップルじゃないですか。ちんこさんですか？いいえ。ちんこさんじゃないの？本当はもう言わない。あ、そうなのね。でもなんかフレッシュな感じが部屋に出てますよ。いいですね。いいですか、私入らせていただいて。はい、お願いします。はい、お邪魔します。じゃあまずはリビングからはい。見せていただけますか。はい。おお、なんか新しいですか？お家。新しめです。は3年4年ぐらい。あ、新築から入ったって感じ？てはい。わあ、なんか可愛らしい。お子さんいらっしゃる？はい。はい。あ、ね、なんかちっちゃいのお子さはい。2歳です。ん。2歳。あらー、いいね。なんか夢があって。すごいですね、このシステムがなんか。このシステムが。ここでなんかあれなんですね。2歳の娘がはい。遊んでる感じで。はい。なんか面白いシステムですね、この家。だからどんな感じなんですか？これ食卓で。はい。はい、このキッチンとダイニングが一体感になってて、なんかいい感じで。お家で仕事をすることはないの？あります。去年の秋ぐらいかはいら家で仕事してなるほど。じゃあなんかちょっともうちょっと居心地よくみたいな。そうね。だって基本的にはお仕事してる間は保育園に預けられてるんでしょ？そうです。でね、まあ例えばここでね、ちょっとリモートやるにしてもね、はい。お昼寝しているね、子供たちが見えちゃうみたいな。いや、ただね、ちょっとね、やっぱこっち側からのちょっと景色が悪いかなって、ちょっとほら、後ろのね。あ、そう。で、こっちにも子供のスペースがありますよね。あれ、ただ、このそう。布団は何ですか？パパが今リビングで寝てるので、あ、そうなの？はい。ここにある、どこにも寝るスペースないですけど、どこに寝てるんですか？ここで。ここに引いて。はい。この場所に父ちゃんがちょっと布団引いて寝てるっていうのはちょっとかわいそうな。朝の支度とかもあるし。あるし、朝の支度というと、パパがはいご飯を作るので。ああ、はい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 。こっちで娘を起こさずにうん先に起きるためにこっちで寝てるっていうのもある。まあそれはしょうがないですね。ただあれですね、ここになんか収納ありますね。やばい。え、やばい？何がやばいの？ちょっとこっから誰か出てくるとかやめてくださいよ。物が詰まってる。物が詰まってる。この扉には何かまずいものでも入ってるんですか？いろいろ入っていいですか？見て。どうぞ。なんか現実がすごい。あれ、ここは何？私たちの通勤の洋服がお入ってて、は上は週末に使ってるバッグ。バッグ。週末によく使うバッグと通勤の服と、この下は何？下はおう多分おう。ちょっと前に片付けたまま放置されてる。放置されてるね。はいもう私としては、古型式じゃないけど、もう景色はもう絶対に変えられないと。もうそのためには、もうここに突っ込めみたいな感じで生活してるということですね。おおむね合ってます。はい、古型式はですね、収納の中よりも部屋の景色の方が大事だって言ってますので、これはこれで、ありっちゃありだけど、ただ私の中ではなんかちょっともったいない使い方だなという感じがしますよね。ここにも一応ね、ありますけど。ここもともとめちゃめちゃ全部本が入ってて、はいはいは全部処分していはい。お向こうに持ってきたいなってなるほどね。これは耐震対策ですか、この紐は。それ娘が全部娘が本を引っ張り出すので。なるほどね、そういう年頃ね。だからなんかちょっとあれよね、すごく娘中
よく私の YouTube でも出てくる爪の甘さがこういうところ出てる感じしますよね。ちょっとここあれね、テンション下がる場所よね。はい、すぐ閉めます。そうね、そういうところははっきりしてるよね。もう白か黒かって感じする、なんかね、部屋の中で。これはこれ全部娘の。おお、なるほど。素晴らしいじゃないですか。こんなちゃんと白い箱にラベリングして立てて収納して、もう絵に描いたような整理収納アドバイザーのような。でもね、ここやりやすいですけど、ただあれなの、あなた2歳だから自分で支度はできないよね。できないです。まあ、だからそういう意味で言ったらちょっとお支度するのに私がちょっとこうかがまなきゃいけないかなみたいなところぐらいかな。そうですね。ただ床でそう洗濯物を畳む人は洗濯係なんだよね、ママがね。はい、炊事がパパで、洗濯が私で、育児も私で、はい、で片付けるのは誰もしないって言ってたよね。いやでも意外と前情報よりはすごいやってて、私前情報を信用しないことに決めたんで、うちフル型式ですって言ってとんでもない家があったんで、ということでリビングダイニング見せていただきましたけど、こういうのもいいですよね。これもう全然生かされてでもなんかこの書類のボリュームどうなのみたいな。全然整理できてない。そういうことね。ダイニングテーブルの上は更地にしなさいって言うけれども、言うてもやっぱり近くに何か必要なものがね1秒で取れるっていうのはねいいなと思ってるから、これはいいと思うけど、なんかこのゴールデンゾーンにあんまり動いてないものがずっとあると、ここに本当はちょい置きをしてほしい。ちょっとなんかこうね、例えばリモコン置いたりとか、ここら辺に置きがちなものがここに置いてあると、このダイニングテーブルの上がすごく綺麗になるので、例えばこういったものたちなんとなく置いちゃうわけでしょ。そういったものがちょっとなんていうのかな、病院で言ったらさ、ちょっとねこれワゴンがあってさ、治療するみたいにさ、ちょっとこの上が作業スペースになるといいかなっていうのがあるよね。だってこれだとなんか物黙っちゃってるせいで下にあったの娘が全部出してきちゃうので、それが全部上にどんどん上がって、これがこっちに行っちゃったってことね。下に置けなくなっちゃって、そこにパソコンとかも置いてたんですけど、っていうことはさ、もう子供はさこっちで遊ぶよりもさ、こっちから出す方が好きってことさ。全部やります。全部出してる。まあちょっと私もそれは分かってたんだけど、ちょっと出しすぎちゃってるかなっていう気がする。もしこれは絶対マストだとするならば、こういうものはあんまり表に出てない方がいいかもね。ああいうもの。他に部屋は？他にはい、寝室と寝室、物置部屋が。寝室と物置部屋、寝室から見せていただきましょうか。はい。おお、あら、なんかすっきり。これはベッドが2つあるみたいな感じ。ソファー？いや、ベッドの上にソファーが乗っかってる。ベッドの上にソファーが乗っかってる。あ、大切です。あ、本当だ、これベッドの枠なんだ。枠の上にソファーを置いて、この上は使ってないです。使ってないの？じゃあここで寝てんの？ここで私が寝て、これ娘の。娘さんが寝て、はい。それぞれに。はい。だな、あんな狭いところで。はい。もともとここで寝てたんですけど。あ、そういうことね。もともと旦那がここの普通にベッドに使ってて、は私と娘で3人で寝てたんですけい。ど、もうだから騒がしいんでしょ。激しいので、ちょっとここで寝るのはやめてくれ。追い出さない。なるほどね。そういうことね。でリビングにあったはソファーが邪魔になったので、い。うん。ここどうせ誰も寝てないしって言って持ってきちゃって。あ、そっか。だから本当はベッドで寝たいけど、ベッドは寝たくないと高いから。そうなんです。今落っこっちゃうから床がいいのね。はい。なるほど。いや、もったいないですね。そうなんです。そういう意味では。だってベッドフレームの上にソファー置いてあるのが初めて見たんで。邪魔。苦渋の選択。苦渋の選択ね。でもね、子供が大きくなったらソファーにも座りたいし、ベッドでも寝たいしっていうところで、まあ致し方ないかなって今は耐える時期。どうせ使ってないしって。まあでも使える環境にしてないからね。そうでやっぱり自分がベッドに寝てしまって娘を下にすると自分が起きて下にそうね行かなきゃいけないので、そうね。ちょっと並べて。大丈夫よ、私全部受け入れるから。
いいと思う。もうこの家はね全然合格。いいよ、ベッドの上にソファーを置いたって全然問題ないですよ。こんなことぐらいねへのかっぱです。ただあれですね、ここにも収納ありますね。向かって左側が押し入れ収納はいになってて、うん、右側がクローゼット。なるほど。見ていいですか。どうぞ。は左は使ってません。い。あら、結構大容量じゃないですか。そうなんです。ただ奥が深くて、うん。押し入れ台の収納ね。はい。はい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 。やっぱりね、ちゃんとこういう入れ物に入れて。でもなんかここはあんまり動いてない感じ。全く使ってないものしか入ってない。なるほどね。まあちょっと残念なのはこの部屋でいうここってすごいゴールデンゾーンでね、非常にまあ稼働率上げた方が出し入れしやすい場所だから、リビングの奥のあそこってすごい僻地じゃないですか。なんならこっち側の方が玄関にも近いし、ただあれか、ベランダで洗濯物干すのか、ここに。あ、そうです。浴室かベランダか。じゃああっち側に衣類があるのがいいんだ。そうですね。ほとんどは向こうで生活してて、あ朝もあそこで着替えて。はい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 。なるほどね。だからここにあんまり物があってここでなんかこうすることがないってことね。そうですね。寝室はもう寝るだけです。いやただね、こんだけ容量があるのにこのスカスカ感がなんかちょっともったいない気がするけど、あとこっち側見ても見えるか。あら、この広いじゃないですか、奥さんはい。そこのクローゼットです。が着てない方なんだ。そうです。これ基本シーズンオフの。はい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 。なるほどね。だから本当いろんな家に行くと思うんだけどさ、使ってない収納って本当に綺麗なんだよね。ここだってなんか、ね、開けるってことしなそうだもんね。しないです。ね、しなくても生活できる。だからそういう意味で言ったらそんなもの多くないのかな。だってこれだけでしょ、洋服。あっちとあっちに。あっちクローゼット1個あって。じゃあ何問題の部屋があるってことね。そうです。行きたくないなということで隣の問題だという部屋に行きましょうか。お、あれ、何これ、冷蔵庫。冷凍庫です。あ、冷凍庫、はい。すごいじゃないですか。でも冷凍庫は物前に置いたって飽きませんけどね。なんでそこにあんのか。あ、本当だ。やだ。何これ。すごいんですけど。あらららら。どうしたここ。これ何の部屋？物置部屋。きれいね。同期部屋。いやいや、すごいお友達たちが大変なことになってるよ、ここに。これ娘の友達たちじゃないの？私の友達だったんです私のけど。友達？娘女の子だったのでうん持ってきたんですけど、ぬいぐるみがめちゃめちゃ怖いっていう。大きいよ。大きいぬいぐるみがめちゃめちゃご怖くて。めんね。私も怖いんですけど。すごいですよ。もうここでなんか行きたいと感じでみんなで、重なり合って、これはちょっと2歳の娘にはちょっと怖いかもね。ちょっとね、置き忘れられたぬいぐるみの怨念みたいなのを感じるっていうかね、この部屋には。でもあれだよね、ママこれ大事なんだもんね。あ、そうなんです。ね私すごいぬいぐるみ持ってて、おお、それ以外は全部処分したの。その子たちをはさよならしてそとりあえず厳選して持ってきたのに、う。はい。こんな状態で、はい。ぬいぐるみも結構ね難しいよね、はいなんか顔がついてるものって手放しづらいっていうかね、どうしても。ここに収納があるけれども、あ、ここにも洋服あるじゃない。これはママの冬服なんだ、はい。あとパパの冬のスーツ。すごいね。この折り曲がってるスーツは誰のなの？あ、それ私おうのもうリサイクルに持っていこうと思あ、って。そういう感じね、はい。なるほど。ただあれですね、なんか段ボールが結構ありますけど、これ何ですか？それクリスマスツクリリーかな。スマスツリーかなるほどね。なんかこういうのがあるせいで、そうですねなんか収納が死んでしまってる感じもするので、なんかちょっともったいない。なんか小スペースなのでね、こっちの方がね。わかりました。なんか段ボールもあるよ。なんかな。そうなんです。ここら辺は何引っ越してきた時に、 ？3年前？はい、うん。持ってきたもので、うん私が捨てたくないって言ってるものがうん残っている。残ってる。でもあれか、この家に引っ越してきてから娘が生まれてるんだ。あ、そうです。妊娠中で引っ越しとかをあーしなきゃいけなかったので、あんまり整理できなくて、
ってもうとりあえず詰めてうん持ってきて、うんでもやっぱり捨てたくないって言ってなるほどね。いやいやだから本当にその時から時が止まってるっていうのは分かるよ。だって妊娠して出産して復職してんでしょ、はい、そりゃこの3年間は激動の3年間だったよね。大変でした。復職してリモートになって家にいてもここはだからなかったことにしてるんでしょ。そうです、うん仕事してすぐ迎えに行って体力が持そうだよたなくてね、わかる。だって私も自分がその年時代だったらこんな部屋あったらもう鍵閉めちゃうただね、一つ言わせてもらっていいですか。ここでパパ寝れたらよくねとか。でもそれができたらいいなって思って、でしょ。てか俺の部屋が一つできるだけでだいぶなんかこうこの家の巡りが良くなって、なんか変なだからちょっとずつ残ってる残骸がこう一掃されて、なおかつ俺のなんていうの一人の時間なんかね、なんか住み込みの家政婦さんみたいななんかこうご飯作るためにこのスペースいただいてるんで、朝起きたら2人を起こさないようにご飯作ってますって、どんだけいいお父さんなのよって話だからね。一応この家の主でもあるわけで、なんかパパのスペースを与えてあげるだけで、なんかパパのなんていうのかな、明日へのパワーみたいな、なんかあそこだとなんか子供たちもいっぱいいるからなんかすごいこう休まる感じじゃないっていうか、なんだろうな、私自身が角の多い場所で寝るのが絶対無理なので、なんかすごい落ち着かないだろうなって。でなんていうのかな、まあこれはしょうがないんだけど、布団ってどうしても上げなきゃいけないじゃないですか。そうですね。だからなんか自分のスペースっていうよりは、寝る時に自分のスペースを作って寝終わったら寄せなきゃいけないっていう手間があるのね。でベッドって何がいいかっていうと、とりあえず引っぱなしでもあんまりこう罪悪感がないっていうか。でこの家寝床山ほどあるのに俺床ってどうなのっていうだから何が言いたいかって言ったら、あそこに放置しちゃってるものがこっちに来るか、なんなら超スペースでいい娘と私がこっちに寝て、そっちにくつろぎのスペースを作るか、うんあどっちか。そうね、それもありだね。でも言っときますね、この部屋の一つの問題はエアコンがついてないこと。買いました。買ったの？じゃあもうすぐやろう。そう来ていただいてやっていただけるのを期待してマジで？今月初めに買って今週の日曜日に取り付けてもらう予定です。じゃあ私エアコンのために呼ばれたの？いや決まってからですよ、もちろん。逆です。他の部屋が使えるようになることを見越しても買いました。うやった、いいじゃん。あ、じゃあやる気出た私ね、すごいこの家を変えるビジョンで出てきてきたので、なんだろう、だから揃ってるのよ全てが。なのに物の位置のせいでなんかこううまくバランスが取れてないっていうか。言っときますね奥さん、ベッドフレームの上にソファーは置きませんはい、さっきは甘いこと言いましたけどおかしいです、はい、ということでもう作戦は決まりましたので、はい大改造はいやっていきましょう。はいはい、はい、ということでね、共働きで引っ越した後に、出産して復職して、小さいお子さんを抱えながらね、お仕事と家事育児両立する中でね、なかなか片付けまでねままならなかったお宅だったわけなんですけれども、ただですね、たくさんお部屋のあるお家だったら、物置部屋あってもいいんですけれども、この家の場合はね、部屋数的に一つの部屋が物置部屋になっちゃうのはちょっともったいないかなというふうに思いました。だったらね、このお部屋を片付けてパパのスペースを作ってあげる方がこの家がさらにハッピーになると思いましたので、次回の週末ビフォーアフターは物置部屋になってしまったお部屋を更地にしてパパも驚きのお部屋に大改造してきましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。